キャバクラが経費になって託児代が経費にならないのは？ホリエモン vs ひろゆき&青汁。論争の火付け役となったのは実業家の三崎裕太氏です。彼は自身の SNS で現在の税制が抱える歪みを強烈な言葉で告発しました。夜の街でキャバ嬢にシャンパン開ける金は接待交際費として経費になり、必死に子育てしながら働く女性の託児代やベビーシッター代は経費として認められない。これはさすがに女性にとって理不尽すぎる。接待で仕事につながるとか言う人もいるけど、夜の店なんか行かなくても昼間の会議室で決まるでしょ。会社の金で夜の街に来るって経費で落とすなら社員の給料に回せ。キャバクラ代は経費で落とせるのに、女性が働くために必須な託児代やベビーシッター代は経費にできない。この税制はどう考えてもおかしい。三崎氏は年間約3兆円にも上る日本の法人交際費が少子化対策という国家の喫緊の課題に活用されていない現状を批判。夜の街は自腹で遊ぶべきという極めて道徳的かつ公平な視点を提示しました。論破。この主張に真っ先に賛同したのがひろゆき氏です。彼は感情論ではなく日本の法律の定義を武器に参戦しました。風俗が会社の経費として認められるのはおかしい。この発言の根拠は風営法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号にあります。そこではキャバクラは設備を設けて客の接待をして客に飲食をさせる営業と定義されており、法律上は明確に風俗営業に分類されます。ひろゆき氏はなぜ風俗店への支払いが公的に経費として守られているのかという矛盾をつきました。野菜。これに対し堀江貴文氏は経済の合理性と文化の観点から猛烈に反論します。ひろゆき氏の定義を言葉遊びと切り捨て、反対派の心理をこう分析しました。ひろゆきが風俗と勘違いしている。不細工な嫁と結婚するしかなかったひも手オタクたちがキャバクラに通うおっさんのこと、ひも手の不細工どもと揶揄するというディストピアが発生していて草。金がない中高年オタクは X で毒舌吐くしかないのか。堀江氏にとって接待は単なる遊びではなく、人間関係を円滑にし大きなビジネスを動かすための潤滑油であり、それを否定することは経済活動そのものを萎縮させると主張しています。反論。堀江氏のひも手批判に対しひろゆき氏はさらに法的な再反論を展開しました。キャバクラは風営法上の風俗営業1号営業になるのも知らずに風俗じゃないと言い張る無知もあれだけど、キャバクラを推す人ってキャバクラ業界人以外は金払わないと異性に相手されないブサイクばかりなのが辛いね。キャバクラって風営法の風俗営業なんですよ。1号営業、性風俗じゃないから風俗じゃないって言い張る人がいるんですけど、法律上は風俗営業なんですね。それを仕事の経費だと言い張って自分の飲み食いをタダにするのは税金の仕組みとしてどうなのって話です。理屈。現在の日本の税制租税特別措置法では、法人が支出する接待交際費は資本金1億円以下の企業であれば年間800万円まで全額損金経費として算入可能です。一方、個人の託児代やベビーシッター代は原則として所得税法上の必要経費とは認められず、税引き後の手取りから支払う家事費とみなされます。この家事だから仕事じゃないという概念が理論上の根拠になっています。結果、他人の接待は税金が安くなる理由になるが、自分の仕事継続のための育児は税金が安くならないという奇妙な構造が続いています。歴史。なぜキャバクラ経費が認められてきたのか。その背景には1992年のピーク時に約 6.1 兆円に達した交際費大国日本の歴史があります。かつて日本企業は夜の街での腹を割った話し合いを経済成長のエンジンとしてきました。国税当局も社会通念上相当な範囲であれば事業関連性を広く認めてきた経緯があります。いわば夜の街に金を落とすことで経済を循環させるという昭和的な暗黙の了解が令和の現在も税制の根底に残っているのです。要は使っている人が作ったルールがそのまま残っている。それに異論を唱える人が出てきたという状態です。世界に目を向けると
日本の特異性は際立ちます。アメリカ2017年の税制改正 TCJA により、ビジネス目的のエンターテインメント娯楽費は原則として控除率 0%、 つまり完全な自腹です。イギリスビジネス接待費は原則として損金参入不可。その他の国でも風俗が経費になる例は稀です。主要国では仕事上の食事は認めても、夜の派手な娯楽を税金で支える仕組みはもはや過去のものとなっています。検証。キャバニにするとどうなるかといえば、市場崩壊と新陳代謝が起きます。もし接待交際費としてのキャバクラ利用が完全に禁止されたら、経済損失は大きいです。夜の街の市場規模は約2兆円、そのうち法人需要が7割、約 1.4 兆円を占めるとされ、これが消失すれば銀座や六本木の高級店の約8割が倒産する可能性があります。雇用の創出も起きます。数十万人のキャストやスタッフ、主販店、クリーニング業者などの周辺産業に甚大な打撃を与えます。しかし一方で、接待に頼らない実力主義の営業スタイルへの強制的なシフトが進むという側面もあります。託児 OK にするとどうなるかは、可処分所得の増大と少子化対策と言えます。もしベビーシッター代が完全に経費控除の対象となったら、家計への貢献は大きなものがあります。年間150万円を託児に費やす家庭所得税住民税率 30% と家庭の場合、年間で約45万円の税金が戻ってきます。これは月額 3.7 万円の実質的な賃上げに相当します。社会構造の変化も促します。子供を預けて働くことが国から正式に業務に必要なコストと認められることで、女性のキャリア継続を阻む壁が低くなり、出生率向上への強力なインセンティブとなります。選択。あなたの納めた税金の一部は今日もどこかでシャンパンに姿を変えています。一方でその裏で託児費用に苦しむ親たちがいます。この論争は単なる経費の取り扱いではなく、この国が何をビジネスとし、何を未来への投資と定義するかという国家の形そのものを問うているのです。皆さんはどちらの主張を支持しますか？